では、今朝の聖書の箇所を朗読いたします。ルカによる福音書5章57節から62節。新約聖書の124ページ。お読みいたします。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります。という人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさい。と言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてください。と言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らさせなさい。あなたは言って、神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず、家族に糸まごいに行かせてください。イエスはその人に、月に手をかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくなると言われた。以上の箇所を通して、今朝は、クリス・ウィルキンス先生より、論調がある、道すがらと題して神様からのメッセージを取り次いでいただきます。通訳は三石のぞみ氏です。ありがとうございます。おはようございます、皆さん。おはようございます。今日の子供のための話、素晴らしかった。私、そのこと好き。まだ子供。私、毎月同じもの言ったけど、私たちの一生の時、一生を過ごす時、いつも気持ちいいです。ありがとう、神様。はじめにちょっとお願いします。愛する天の父さん、神様。あなた様は素晴らしいです。私たちはあなた様の御言葉を感謝しています。今日私たちはあなた様の冒険あちこちについて聞くことができる。私たちもそのようにするために導いて助けてください。私たちはあなた様を愛しています。主イエス・キリストの皆によってお捧げします。アーメン。アーメン。Well, I'm curious if from the message, the scripture that we read today, you can guess the theme of today's message. 今日の箇所が読まれましたけれども、そこから今日のテーマについて言い当てることができますでしょうか。So, scripture tells us to give honor to whom honor is due, Romans 13, verse 7. ローマ人の手紙の13章7節に書いてありますけれども、この箇所の聖書の御言葉に関して、ではですね、叱るべき人に対して、敬意、そして義務を果たしなさいというような御言葉が書かれています。So the idea for today's sermon actually came from a video. 今日の、アイデアはですね、あるビデオから、着想を得ました。There is a group called Right Now Media, and they have many videos, many Christian teachers. このビデオはですね、ライトナーメディアというシリーズものの、ビデオでして、多くのクリスチャン、の方々が、話してとなって、そのビデオを語っています。And so the video I'm talking about today, it starts out with a man way up in a building in a penthouse. その、始まりはですね、ビデオの上から上に人が立って、そこから始まるんですけれども、And the city looks so good. It's pretty, there's trees, there's fountains, but you can't smell the garbage, and you can't see what's going on. You can't hear the people saying bad things. で、上から見ますとですね、その街は本当にすごく綺麗で、泉があったり、山があったり、木があったりします。
そして騒音は聞こえなくて、ゴミの匂いもあります。で、汚い、ものというか、見たくないものは全く映っていないんですね。And so one of the titles of Jesus is Emmanuel, which means God with us. タイトルは、イエス様は共におられる。神は共に私たちと共にあるという、タイトル。イエス様の称号がありますけども。And so if we want to be like Jesus, we have to be with the people. We can't stay up in the tall building and look down. もし私たちがイエス様のようになりたければ、私たちがこの上から下を見るということではなく、私たちも人のところに、いなければ、人と共にいなければいけない。And so at the beginning of the video, the man tells a story of a woman who was on a mission trip to central Los Angeles. そのビデオに始まりますと、ナレーターが紹介して、話を紹介するんですけれども、それは、ある年配の女性が伝道旅行で、教会の方々とセントラルロサンゼルス、ロサンゼルス中央を訪ねる、そういうお話になっています。And so central Los Angeles is very poor and there's a lot of crime. セントラルロサンゼルスというのは本当に貧しい地域でして、たくさんの犯罪がある、そのような地域。And while the woman is there, she gets lost. そこにいましたときに彼女は道に迷ってしまいました。And so as she's walking, she goes down this alley. It's a narrow road between two long buildings. 彼女はですね、道を探しながら、路地の本当に建物と建物の間の細い路地の中に迷い込んでしまう。And she sees this very tall, very big black man walking right towards her. そうしますと突然ですね、大きな体が大きくて、背が高い黒人の男性が歩いて、向かってきたんです。He had just gotten out of jail that day. 彼はなんとその日に刑務所から出たばかりの男の人でした。She didn't run. 彼女は走って去ることはありません。And she didn't scream. そして、叫ぶこともなかった。She stopped and talked with him. 彼女は彼の前にまた立ち止まって彼に話しかけました。Are you hungry? She asked him. 彼女は、この男の人に、あなたお腹空いてる？このように尋ねます。And he said, I am. 彼は、お腹空いてるよと答えます。So she said to him, if you show me how to find my friends, I'll get you something to eat. 彼女は彼に言いました。もし、私が友達をどのように見つけたらいいのか、そのやり方を教えてくれたら、あなたに食べ物、何か買いましょう。このように答えます。So his name is Alfred Loomis, and she took him to a mission to eat. 彼女は、そのアルフレッド・ロミスという男の人でしたけれども、この人に、ある任務のために彼を選ぶ、それを任務するの、それをやったら食べるものを与える。このようなことを与えます。And he liked it there. And so within that year, he gave his heart to Jesus. 彼はそれがとても気に入ります。そして、翌年には彼は、イエス様に心を委ねたのです。And now he's the director of another ministry in Central LA, helping the poor and gang members. 彼はですね、そのセントラルロサンゼルスの、中で、責任者、牧師の責任者、ギャングのために、ギャングのそれ、はい、そういうことをやっている人となっています。So the lady met Alfred along the way. その女性は、道すがらアルフレッドと会いました。So in her case, it was the wrong way, but it led to a miracle. 彼女の場合は、その道は入りたくて入ったんじゃなくて、迷ってしまったんですけれども、神様はそれを、奇跡を起こすためにそのことを、利用なさった。Have you ever had any along the way miracles? あなた方はですね、その道すがらの奇跡に出会ったことはありますでしょうか？ I lived on the side of a mountain in Hawaii 50 years ago. 私は以前、ハワイの山側の方に50年前住んでいたことがあります。
I lived on both Oahu and Hawaii islands. 私はオアフ島にも、そしてハワイ島にも住んでいたことがあります。One day I was walking along a path on the side of the mountain and I met a woman. 私がですね、山道を歩いていましたら、ある日、若い女性に出会いました。So I greeted her, "Oh, Hawaii, how's it?" ハワイ語みたいな。で、私たちは、話し始めました。And so we started talking, and eventually we started talking about Jesus. それでですね、私たちは、イエス様における救いについて、話し始めました。And so I don't claim to have any special gifts from God. 私は神様から何か恵みをくださいというふうに求めたわけではありません。But as we were ending our chat, I said to her, "I met your sister on Oahu." 私たちの会話が終わろうとする頃に、私は彼女に言いました。私はオアフであなたの、姉妹に会いましたよ。Oahu Chima. オアフ。So I didn't know this woman. 私はその彼女を知らなかったんですね。I didn't know anything about her family. I didn't know she had a sister. そして彼女の家族や、姉妹がいるということも知らなかった。But I had met a woman on Oahu that looked something like this lady I was talking to. ただ、オアフで、彼女に似たところのある女性を会ったことがあります。She was amazed that I knew her sister. 彼女はとても驚きました。私が彼女に姉妹がいるということを伝えましたので。She didn't leave as a believer that day, but I planted a seed along the way. 彼女は、信者となってそこを去ったわけではないんですけれども、ある種がですね、その道すがら彼女の中でということになります。So in the scripture, there are many along the way stories. 聖書の中にはたくさんの道すがらのストーリー、話があります。And so we saw already Jesus traveling through Samaria. すでに、さっきのルカの文章を読んでいただきましたサマリア、そうなんです、ルカじゃない。イブリ先生のお話にありましたけど、サマリアにも行きました。So most Jews would go around Samaria, but Jesus went through it. ですね。ヨハネの、福音書にもありますけれども、そこは多くのユダヤ人は実は迂回をしたところなんですけど、あえてイエス様はそこに入っていた。So did Jesus know that he would meet that woman, or did he just have a feeling from the Spirit that he should go that way? イエス様は、その女の人に、サマリア人の女の人に会うということを知っていたでしょうか。それとも、精霊によって何か不思議な予感がするというか、そういうような気がすると思われたのでしょうか。どうでしょうか。 I don't know. I think it was the second one, the latter. 私はわかりませんけれども、おそらく、今夜の、そのような気がする。そういうふうに思われたのではないでしょうか。And so because Jesus met people along the way, we have the first story of evangelism to the Gentiles. イエス様がですね、道すがら多くの方に会ってくださったおかげで、私たちはですね、異邦人に初めて、聖書の、福音が伝えられるということを知ることができます。And the first evangelist to the Gentiles was a woman. そして、その聖書を読むことによって、私たちは、最初の異邦人の伝道者がですね、女性だったということがわかるんですね。So can you think of any other along the way stories in Scripture? 他にも、ストーリーがあると思いますけれども、何か思いつきますか？ So as you think about it, what do you discover? そのような箇所をあなたたちが思い浮かべるときに、どのようなことにお気づきになりますでしょうか？ Jesus talked with a lot of people. イエス様は多くの方とお話になります。You never hear of Jesus making an appointment, having a calendar. そ
そしてイエス様は、あえて約束をしてたということではないということが私たちにはわかると思います。Jesus would go places, and along the way, he'd meet people. イエス様はいろいろな場所へ、赴かれて、そして道すがら多くの人と偶然に出くわされた。Nicodemus, the centurion, Jairus, Bartimaeus, Nicodemus, many. ニコデモや百人隊長、そして、中部の人とか、あと、ヤイロ、他にも、いますけれども、このような多くの方に出会われたので。So Jesus went places, and along the way, he met people. イエス様は、様々な場所に出かけられ、そして道すがら多くの人と出会ったのです。He didn't know who he was going to meet, but he went out to meet somebody. イエス様は、誰に会うのかを必ずしも知っていたわけではありません。あえて、人に会うために出かけられる。In Mark's Gospel, chapter 1, verse 38, it says, And he said unto them, Let's go into the next town, for that is the reason I came. マルコの福音書1章の38節にもありますけれども、これ、イエス様は弟子たちに、このようにおっしゃいました。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。このようにおっしゃいます。So how does that affect us? このことは私たちにどのような影響を与えていますでしょうか。Several years ago, Yuko and I taught the 3 circles of evangelism. 数年前に、ユコ先生とは、ユコクリス先生は、ここで、もうやってくださったと思うんです。3つの縁という伝道ツールを紹介して。Since that time, I've shared that with many people, believers and non-believers. その時以来ですね、私は、本当に多くの人たち、信者の方も、未信者の方も含め、その3つの縁、分かち合って、自分たちの証しをしています。I always adapted to my circumstances. そして私の置かれた環境に、状況に合わせてそれを使っています。When I'm with young people, I'll always tell them about my jail experience. That really gets their attention. 大抵私は、若い人と一緒にいることが多いので、私はですね、刑務所の時の体験を話します。そうすると本当に、彼らの関心を引くんですね。My singing trips to the train stations, those are kind of along the way experiences. そして私がいつもやってます。駅前で、歌う伝道旅行というか伝道がですね、一つのこの道すがらの経験になっています。So several weeks ago, my son Corey and I had a film experience. 2、3週間前ですね。私は、コーリーを連れて、息子のコーリーを連れて、その場面を撮影しに行きました。So, first he interviewed me, and I talked about Kenjo Sensei. Kenjo Sensei first invited me to go singing with him at a train station 30 years ago. 最初にですね、コーリーが私に見たですね。そして私はですね、県庁先生というのは、誘ってくれた方です。駅での伝道を誘ってくれた方ですけれども、その方が、その駅での、歌うことにすごく興味を持った話をしました。So after the interview, Corey and I went to the station to do some more filming. そして私は、そのフィルムを撮るために、いつもその日に行なっていた、駅に行きました。But when we were there, there were some politicians in the place where I usually sing. そしたらですね、その時私がいつも歌ってる、目指していたところに、政治家たちが、So I talked with them and they said they would be there until 6 o'clock. そして彼らに話しますと、彼らはここに6時まで、夕方6時までいるということがわかります。So we went to the other side of the station until 6 and then came back. 例えば、仕方なく私は反対側にですね、駅
反対側に行って歌い、そしてまた6時に、その場所に戻ってきます。So the politicians were still there and we talked some more. そしてまだそこにですね、その政治家たちはいて、私たちは少しお話をしました。And they requested a song. 彼らは曲をリクエストしてきました。So I played a song, Christian song for them, and I shared with them John 3:16. ここで演奏しながら私を歌い、ヨハネの3章の16節を彼らのために朗読しました。And they invited us to go to Shinjuku and stand on top of their truck and play and sing for them. 彼らは私たちを、新宿でトラックに乗って一緒に新宿に行って一緒にやらないかと誘ってきました。It was nice, but I don't think I want to be involved in politics. 私は面白い考えだと思いましたけれども、政治家のその演者になりたくはないなと思いました。So later that night, I met a couple of Nepali men, and I gave them my very last Nepali tract. その後、ネパール人の方に出会いましたので、その方に最後のネパール語で書かれたトラクトをしました。Most of my singing adventures are kind of interesting like this. 多くのこの歌による伝道というのは本当にこのように面白いものです。The reason for making the film was because I was invited to do a train and multiply seminar. そのビデオを撮ったわけはですね、実を言いますと、T&M、トレイン&マルティプライで、訓練のその授業でですね、分かち合うためをやってくれないかということを頼まれましたので、それを、撮ったわけです。So after I shared, we had a question and answer time. で、この、伝道について分かち合った後、私たちは、また Q&A、質問のタイムを取りました。So, 一人、牧師はすごく詳しい、多分厳しい、専門的な人ですね。And so, 彼の質問は、Chris, do you find it easier to evangelize in Japan or America? はい、ある牧師さんがですね、あなたは、日本でも、あなたの国でも、その、証はやってるんですかと。で、それは、日本でやるっていうのは、より、あなたが外国人なので、簡単なのではないですかと、そういうのですね。So I was glad he could ask a difficult question. 私は、遠慮せずに、その、牧師さんが質問してくることを、に感謝しています。And I told him, it's easier for me, in Japan. 彼に、このように言ったんです。私は日本で、自分の証をする方が簡単だと。But in America and other places, people would talk more with me, if only to argue. アメリカではですね、必ずしも意見が一致しなくてもですね、もう少しその霊的なことに関して、人々、いろんなことを話す。And so when I'm in America, I push myself. I go to bars and I go out on the street. And so it may be easier here, but I still do it in America. 私はですね、アメリカに行けばですね、自分を行くぞという気持ちで、バーに行って話をしたり、また、いろんな場所で歌って伝道をしたりしています。でも、日本の方が、気楽というか気持ちはやりやすいのかなと思います。So, I really learned something from this phrase along the way. 私はですね、本当にこの along the way、この道すがらというこのフレーズから、いろんなことを学びます。So, sometimes I plan to meet people. 人にあえて会おうとするときもあります。企画して会うときもあります。Other times, most times, it's just along the way. でも多くの場合は、本当に道すがら偶然、人々に出会うんです。So,
as we look at the Gospels, it would be good to see ourselves just going along the way with Jesus. イエス様と一緒に、その聖書を理解しながら一緒にこう歩いていく。これは本当に、いいことだ。So watch him and see what he does and how he engages and meets people. イエス様をよくご覧になってください。そして、イエス様がなさったことを、見てください。そして、どのように人々に出会って、どのように人々を救けるか。それを見ていただきたいと思います。I went out into a crowded part of Tokyo once with a ministry. 私が、かつてですね、人通りの多いビジネス街で、伝道のために、そういうところに行ったことがあります。And we were looking for people to share the gospel with. 私たちは、この時、福音を分かち合うことができるような人を探しています。もうちょっと説明するためにごめんね。So, 皆さん忙しかった。仕事の時間でした。And, 私たちは、すみません、ちょっと時間がありますか？もちろん時間ないんです。ちょっと押す気持ちだった。And, 私、そのことはあまり好きではなかった。So, これはちょっと、比べるの。その方法はちょっと、けど、along the way、それは気持ちいい。もうちょっと楽しい冒険のようですね。はい、そのことです。So, I stopped for lunch and I talked with a woman. お昼ご飯に、立ち止まったときに、ある女性に出会います。And she had gone to a mission school. 彼女は、若いときに、ミッションスクールに行ってたということを知りました。And she remembered the Our Father. 彼女は私たちの父なる神を、覚えておられます。And she said she didn't like it when people went to go find somebody and talk to them about faith. 彼女はですね、人がですね、信仰について、話しに行って、人に話しかける。こういうのはあんまり好きじゃないというように言いました。And that's why I really feel free with this phrase along the way. そういうわけで私は、彼女の意味とか、あと、道すがら、その人に会うことに、なおさら開くに気持ちよくというか思います。So what did Jesus do? イエス様はどのようなことをなさいますか？ Well, he went here and there, talking and listening with people and telling them the truth and loving them. イエス様は本当にあちこちにいらっしゃって、人々に話しかけて、また人々の話を聞き、そして、彼の真理を伝える。そして、人々を本当に愛されます。Some listened, some didn't. それに耳をする人もいれば、全く耳を傾けない人もいます。And we can do the same thing with the same results. 私たちも同じことができます。そして、結果も同じようになるでしょう。So, walking the dog, going shopping, paying car shaken, going outside to trim the flowers. These are opportunities to share Jesus. 買い物に行ったりですね、車検でお金を払ったり、犬の散歩したり、あとは花をクリーニングしたり、これすべてですね、イエス様の愛を分かち合う経験というか機会となるわけです。Sometimes I like to leave a little printed message behind. 時々ですね、私は印刷されたメッセージ、トラクトなどを置いていくということをします。But our best evangelism tool is love. 最もいい、伝道ツールというのは愛だと、このように思います。I went to Kiyose Station on Monday with Kiyohiro. 私はある日、先日、清瀬の駅に行きました。清弘さん。A lady walked by with a cane, and I talked with her.
杖を聞いた女性が、そばを通りかかったので、彼女に少し話しかけてみました。It's Okumura-san. She's a Baptist. 奥村さんというバプテスト派の方です。I asked her to pray for me, gave her a Christian manga. 彼女に、私のためにお祈りしてくださいというふうに私は彼女に、頼み、そして彼女に、キリスト教の漫画の冊子を渡しました。And later she came back and brought me a cold drink. その場合、彼女がですね、私に冷たい飲み物を、お返しにくれたので。At the same time, over in the corner, Fujimaru-san was sitting and he's looking up at me. And he was sketching. その時ですね、藤丸さんという方が、角の方におられ、この方が私を、見ながらスケッチをしていて。So I walked over to him, talked a little bit, took a picture. で、私は、彼に話しかけて一緒に写真を撮りました。And I bought him a cold drink. 私は彼に冷たいお茶を買いました。And later, as he was leaving, he gave me the sketch. その後ですね、彼はスケッチを私にくれたの。So these are the sketches that he made. 彼はマスクを持ったけど、ニコニコした。So, I won't tell you about all the context. That night I met the curves exercise. I met the, what do they call them? Amnesty International. I met a Muslim girl, Badi from Pakistan. And I helped this lady who had fallen down in the road. So lots of things happened that night. その夜、出会った人に全てについてお話しするわけで、することはないですけれども、カーボスというところで多くの人に、そしてアムネスティインターナショナルにお勤めの方、そしてパキスタン出身のバリアさん、で、途中で、道歩いているときに、途中で転ばれた方、女性に、の出会いました。So I left the house a little nervous that night. その夜実はですね、家を出るとき本当に緊張した気持ちでいました。I wasn't happy with the way my guitar sounded. また、ギターの、自分を歌うギターの音に、あまり満足できなかったですね。But the Lord blessed along the way. けれども、主は、私の道すがらを本当に祝福してくれました。I use the phrase along the way a lot today. 今日は本当に along the way とこの、道すがらという言葉をたくさん使いました。I think it's a good way to look at our life with Jesus. イエス様と、共にあるこの自分たちの人生をね、見つめることは本当にいいことですよね。As we walk with Him, we meet people along the way and share His love. イエス様と共に歩みつつ、道すがら多くの人に会って、イエス様の愛を分かち合う。And so I just would say, let's have fun walking with Jesus, talking and listening to people, sharing His love along the way. ぜひですね、楽しみましょう。イエス様と共に歩んで、そして、いろいろな方、話を聞いたり、話をしたり、そして、イエス様の愛を分かち合う。ぜひ楽しみましょう。Amen.